guys! Welcome back to my Hello A channel. This is I. はい、皆さん、またまたお久しぶりです。今日はね、ちょっといつもと雰囲気というか環境が違うんですけど、すごい今狭い部屋で撮っているんですけど、私がよくリモートワークで使っているシェアオフィスの今個室に入ってちょっとこの動画を撮っております。はい、なかなかお家でちょっと撮れる時間がなかったので、もうどんどんまたね更新が遅くなってしまうので、今日はここで撮っているということで、なんか上からのライトがもうすごいこうパーってきてて、撮影環境としては悪いんですけどもうしょうがないのでお付き合いください。後ろルーム B と書いてあるので、こちらでベビーメタルの B ということで、はい、撮っていきたいと思います。はい、今日は先日見に行ったベビーメタルレジェンドシーサーザ・ムービーの感想を話していきたいと思います。イエイ。皆さんも見終わって映画も終了して一通りいろんな方の感想を見終わった後に最後に私の感想がやってくるという、ちょっと忘れた頃にね更新されるといういつものスピード感でございますけれども、喋っていきたいと思います。私は今回は日比谷ですね、日比谷の映画館に行ってきました。今回沖縄の公演ということで、見たくてもさすがになかなか沖縄までは行けなかったですし、私も、私みたいな人も多かったとは思うんですよね。今回はね諦めてレオで見れたらいいなぐらいに思っていたので、映画館で見れるということで、すごく嬉しかったんですけど、正直ザ・ムービーっていうムービーの映画の形で見るっていうのが全然想像ができなくって、どういう感じになるんだろうと思ってたんですよね。そのアーティストさんとかの映画とかだと結構バックステージを映したりとか、ちょっとインタビューを挟んだりとかしたりすることもあるじゃないですか。それこそ開演前だったり開演後の様子とか、ちょっと裏側を見れたりとか。けどそのベビーメタはそもそも絶対に裏側を見せないっていう絶対スーちゃんのそのメイク前の様子とかね、モアちゃんがこうシロタンを連れてきてる様子とかなんか絶対見れないじゃないですか、見たくても。そうだからそういうこともないとなった時に、ただただこう一本のねライブとして見れるんだろうなと思っていて、でもそうなったらディレイビューイングじゃんって思ったんですよ。だからディレイビューイングを、こう長い期間で見られるっていう、そういう感じなのかなと思って実はあんまりそのムービーっていう部分に、あえて着目せずに映画館に行きました。はい、そしてここから全体的な感想になるんですけど、いざ映画が始まりまして、やっぱり思った通りこうスタートからね、ライブのスタートから見られるような感じで、大きいシーサーがねこういて、そこから3人が出てくるとおーっと期待が高まって、そこからベビーメタルですからの、スタートになりました。全体的な感想をちょっと先に言っちゃいたいんですけど、とにかく音がいい。それこそディレイビューイングとか他のアーティストのライブビューイングとかではもう絶対に味わえない音の良さで、それを映画館の巨大なスクリーンで大音量で思いっきりね見れる、聴けるっていうのはすごいいいなと思いました。本当に音がよくって、楽器隊だけじゃなくってボーカルもすごくなんかクリアに聞こえてよかったです。ただ私のようにディレイビューイングを見に行くような感覚で見に行った人はちょっとびっくりしたかもしれないですね。というのも映像がかなり編集が入っていまして、そうですね、本当にいろんなところからいろんな角度でステージを映すし、結構っていうタイミングでこうアップになったり引きになったり白黒になったり、あとねこうぐるーってこうカメラが回りながら撮るようなス
テージをね、はい、ちょっとうまく説明できないんですけど、そういう感じでかなり編集をめちゃくちゃ入れた、映像になってました。はい、結構正直に言うと見づらかったですね。はい、やっぱりライブビューイングとかディレイビューイングとかだと割とこう定点じゃないけど客席からなんかステージを実際に見ているようなね感覚になれるように映像が撮られていたりとか、その上でちょっとこう大事なところはアップにしてね、ボーカルとか、ギターとかのアップが見れるっていう良さがあってっていう、なんかそういうイメージだったんですけど、正直メンバーをしっかり映してくれるとか、ステージの全体の様子を引きで見れるとかっていう場面がちゃんと見れるっていう場面がほとんどなかったです。はい、そして私はですね、その日も仕事の後に行ったんですね。夜の結構遅い時間だったんですけど、9時半から夜の18時までもうずっとなんかここにねディスプレイがあって、でパソコンの画面があって2台のディスプレイをずっとこうやって見比べながら仕事してるんですけど、で目が完全に一番一日の中で疲れた状態で行ったんですね。それがまあ悪かったのか、もうすっごい目が疲れちゃって、最初ディストーションあたりでもやばいかもってなって、ちょっと若干こうなんだろう、目がうってなってちょっとこう反らせちゃったりとか正直したぐらい、まあ、私のコンディションの問題なんだろうかと思うんですけど、それぐらいの目まぐるしい映像でした。はい、はい、で上演終了後に私はいろんな人のね SNS でのこの映画の感想をバーッと見たんですけど、やっぱり同じように感じてる人がほとんどだったなと思います。まず皆さんおっしゃってるのは音がめちゃくちゃ良かったで、映像は正直あんまり好きじゃない、もしくは見づらかったって言ってる人が多かった印象です。で、なんか私もねちょっとライブの前半の時点でこれちょっと目疲れるし楽しめるかなと思ったんですけど、まあ、だんだんと目が慣れてきた見てる間に目が慣れてきたっていうのと、まあ、わざわざディレイビューイングではなく、まあ、映画としてね、編集し直したものなんだから、まあ、これがやりたかったものなんだろうし、それをちょっと楽しもうというふうに上演の途中から切り替えてね、はい、見ていったら、まあ、割とね最後まで結構最後の方はちゃんとこう集中して見ることができました。はい、見てない方はイメージしづらいと思うんですけど、なんかどちらかというとコンピレーションライブビデオみたいな感じで、あとはなんかネットフリとかでなんかオリジナルで映画作ったりするときに昔のアーティストのなんだろうなライブ映像を使いたいんだけど、こうすごい昔だから映像が良くないとなんかクオリティが良くないみたいな時にわざとちょっとこう白黒にしたり変なとこにピントを合わせたりとかして結構編集を強くかけてるシーンとかがあると思うんですけど、だからそういうイメージかなと思います。ちょっとうまく説明できないんですけど、なんかライブ MV とかとも違う印象でしたね。もう話を戻すんですけど、私みたいにこうライブビューイングを見に行くような感覚で行った人は結構びっくりしたかなと思います。はい、セットリストにちょっと話をねセットリストに移していくと、すごい楽しめる内容になってました。最初の出だしは割と定番的な、ベビーメタルです。ディストーションパパヤっていうこうディストーションが2曲目に来る感じとかもね、はいはいはいみたいな感じではありつつ、4曲目5曲目がシャンティからのマヤだったりして、なんかそこでちょっとこう異国情緒って言ったらいいんですかね、なんかそういう感じあふれるね、楽曲になってるところで、なんかちょっとこう沖縄っていうね感じもしましたし、中盤はちょっと落ち着いた雰囲気でブランニューデイとモノクロームを、パフォーマンスした後に9曲目の「メキツネ」からね、
またちょっとこうお祭りモードに戻っていくみたいな感覚で最後は盛り上がって終わるという形でしたね。はい、割と本当に最初のブロック、中盤までのブロックがサードアルバム以降の楽曲で固まってて、9曲目以降は、ファーストセカンドからがほとんどっていう、メタリ以外はそうでしたかね。はい、なってました。でこのメタリがね、やっぱり今回のライブのパフォーマンスでいうと一番の見どころだったんじゃないかなと思います。はい、逆に言うと特別感みたいなのがあったのはここだけかなと思うんですけど、最初そのメタリの前奏からですね、沖縄の楽器隊がこう登場して、ちょっとこれはスペシャルだぞっていう、沖縄バージョンみたいな、はい、シーサーバージョンみたいなね感じがありまして楽しかったです。はい、紙バンドの演奏とスーメタルのボーカル、やっぱここが素晴らしかったのは本当に言うまでもなくで、冒頭で話したやっぱり音響の良さがすごく生きていて、だから正直ベビーメタルぐらいになるともう音聞いてるだけで満足かなっていうワンチャンちょっと私みたいに画面酔いみたいにした人はもう目を閉じてこうやって映画館で音を聞いてるだけでもある程度来た甲斐があるんじゃないかなと、はい、私はちょっと見ましたけどね、思いましたね。でモモメタルやモモメタルのダンスだったりとかコレオとかそういったところは正直見づらかったです。なんですけど、そんな中でもやっぱりたまに顔がアップになるとことかでめちゃくちゃいい表情をしていて、3人ともですねめちゃくちゃいい表情をしてましたんで、ツアーのファイナルだったと思うんですけど、なんかそれまでこうやりきってきた感がなんかこう顔に出てるような、3人の表情に現れてるような感じは個人的にはしました。はい、やっぱりセトリ的に特に盛り上がる曲を後半に持ってきているっていうのもあって、後半の数曲ではなんかこう見せ方としての笑顔っていうよりも本当に心からのね笑顔だったりとか、なんかいろんな表情が見られて可愛かったですね毎回はい可愛いで締めてしまってすいませんけど、はいというわけで、ベビーメタルレジェンドシーサーザ・ムービーの感想にお付き合いいただきありがとうございました。これもね多くの人が同じように思ったと思うんですけど、やっぱり生のライブを見たいなっていう気持ちによりなりましたねそう、それも狙いなんでしょうかっていうまたベビーメタルのライブをね実際に見に行ける日も楽しみだなと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。